正直なところですね、ちょっとお手上げなんですよね。なので、今回は 3.5mm の変換ケーブルを自作で作りましたものを使ってですね、ヘルメットに固定しているピンマイクの方を使って音声の方を収録していこうと思うんですね。周りの環境音によりまして自分の声もですね、大きさ変わってきますので、なので、今回初めての実戦投入になりますけれども、はい、皆様こんにちは。本日はですね、XTU-S6 を使いまして、モトブログの方を行っていきたいと思いますけれども、今回はですね、ワイヤレスマイクの方は使っていないんですよね。というのもですね、ちょっと昨日出かけるときにですね、ワイヤレスマイクの方を使いまして、どんな感じでモトブログの方をできるかなということで撮ってみたんですけれども、で使いましたワイヤレスマイクの方はホリーランドラーク M1 ソロというものなんですけれども、使ってみたらですね、音割れがひどいんですよね。他のワイヤレスマイクとかですと、マイク本体に 3.5mm ピンジャックがついておりますので、ヘルメットに固定されたですね、ピンマイクの方を通してワイヤレスとして音声飛ばすことできるんですけれども、そういうものがないですから、M1 ソロはですね、ヘルメットのシールドの内側の方にマイク本体を固定してみたんですよね。で、使ってみましたところ、かなり音割れがひどいと。で、レシーバーのゲイン入力の方もですね、ローの方に切り替えたんですけれども、それでもダメだったと。正直なところですね、ちょっとお手上げなんですよね。なので、今回は、3.5mm の変換ケーブルを自作で作りましたものを使ってですね、ヘルメットに固定しているピンマイクの方を使って音声の方を収録していこうと思うんですね。自宅でですね、ちょっと試してみたんですよね。ヘルメットかぶって。そうしましたところ、かなり音が大きく通れるんですよね。結構音割れしているようだったんですよね。で、原因としてはですね、考えられるのは、XTU の純正の11センチフレキシブルマイクをですね、改造いたしまして、変換ケーブルの方を作ったんですけれども、そのマイクが原因なのかなという気がしなくもないんですね。というのは、まず、マイクの方には抵抗らしきものがですね、ついているんですよね。で、その抵抗らしきものを、通すことによりまして、音を小さく収録しているみたいなんですけれども、でそのマイク部分を取り外しましたから、結構音というのは大きく入ってくるんですね。で、他のマイクの方を使いますと、当然、音が大きく取れてしまいますということが原因じゃないのかなというふうに考えているんですけれども、で、これ以前にもですね、MAX Pro ですとか、その他機種でですね、声が音割れするぐらい大きく取れてしまうというような機種があったんですけれども、その時の対応策としてはですね、ヘッドホンなんかのボリューム調整で使うダイヤル式のものがあるんですけれども、それを使うことによりまして、入力ゲインの方を全体的に下げるということを行うことによって、音割れの方を防ぐと。で、今回は、そのちょっとアナログ式ではありますけれども、ヘッドホンのボリュームの方を途中
間につけてですね、収録の方をしておりますので、これで音割れは防げるのではないかなというふうには思ってはいますけれども、自宅でですね、少しちょっと試してみたんですけれども、実際屋外に出ますと、周りの環境音によりまして自分の声もですね、大きさ変わってきますので、なので、今回初めての実践投入になりますけれども、ただちょっと残念に思うのはですね、購入いたしましたホーリーランドダーク M1 ソロ。こちらがですね、使えないと。元ブログでは使えないと。私の環境ではですけれどもね、これがまた、もしかすると、私、ジェットヘルかぶっていますけれども、フルフェイスのヘルメットになると、また事情が変わってきますので、そういうことで使えるようになるかもしれませんが、まあ、自分の環境を嘆いていてもしょうがないので、使えるものは使うということで、今回はヘルメットの方に設置してありますピンマイクの方で収録の方をしておりますね。どうでしょうかね、これでうまく撮れればいいんですけれどもね、映像の方はもう何回もですね使ってきておりますから、どういう映像が撮れるかというのは分かっておりますけれども、音声に関しましては、今まで音声別撮りで撮っておりましたから、それがですね、動画の中に音声を含めたものというのを作ろうということで、変換ケーブルの方がずっと欲しかったんですけれども、その甲斐あってですね、動画の中に音声の方を含めたものが撮れるようになったと思うんですけども、これで大きかったり小さかったりするようであれば、もう一度ですね、帰宅してから、そのヘッドホンのボリュームの方で、再調整ということになりますね。もしくはですね、どうしてもワイヤレスマイクの方を使う場合には、DJI マイクミニですとか、ウランジ AM18 ですとか、シンコ G2A2 Pro というワイヤレスマイクの方も他に所有しておりますので、そちらの方でワイヤレスマイクを使う場合は対応できますからね。ただ今回はヘルメットの方に設置してあります有線のピンマイクの方を使うとどんな感じで撮れるのかというところの検証ですね。うまく撮れていればいいな。カメラの設定の方はですね、音声の調整する部分がありまして、その部分はノイズ減少、デフォルト、高いという3段階の調整があるんですけれども、今回はノイズ減少の方を使っております。以前にですね、そのノイズ減少とデフォルトの方をちょっと同じ条件でですね、聞き比べの方をしてみたんですけれども、そんなに変わってなかったんですよね。強いて言えばですね、少し音の取れる大きさがデフォルトの方が大きく取れるかなというぐらいで、ほんと気持ち程度なんですけどね、それも。あまり変わらないんですけれども、今回はですね、音割れ防止の方を考えまして、ノイズ減少の方にしてみました。もしこれでですね、音割れなんかしてしまった日にはですね、音声どうやって撮ろうかなと。とはいえ、今まで通りですね、音声別撮りという選択肢もあれば、他のワイヤレスマイクを使うという選択肢もありますので、音声別撮りはですね、一番まともに撮れると言いますか、聞き取りやすい音声で撮れると言いますか、どうしてもですね、カメラ、音を録音する機材というものは、良し悪しありますからね。こればかりは、
そのカメラのサウンド性能といいますか、そういうところに起因しますので、音質の改善というのは難しいんですけれども、音質の改善が必要な場合には、そうですね、他の機材を使うか、音声別撮りにするかというような感じにはなっちゃいますけれどもね。ただ、声が問題なく聞き取れるような状態で収録できるのであれば、それに越したことはないので、できればこちらの S6 の方でそういう状態まで持っていければ嬉しいんですけれどもね。ただワイヤレスマイクと違いまして、こちらの方はノイズリダクション機能とかないですからね、マイクにね。そういう点ではやはりワイヤレスマイクの方がいいのかなというふうに思いますけれども、そんなわけでして、本日はこの辺で動画の方を終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。